こうやって見るといろいろやったんだなって感じがしますね。こんにちは、あまねデザインです。今回は2021年に作ったものというのを改めて振り返りながら紹介していきたいと思います。早速いきましょう。まずはですね、3D プリンターで作ったものではないんですが、ここら辺はペンのグリップを彫刻刀で装飾、カービングとか言ったりしますけど、することによってお花の柄のようなものを作るという企画をやってみたものですね。で、同じくこちらがペンテルのサインペンに彫刻刀を全体的にカービングすることによって全然違う見た目になるよっていうのをやってみたかったというものです。こういった感じの彫刻刀を使った企画というのがありました。その後ですね、こちらにあるような印刷会社さんに発注する形でオリジナルのマスクを作るという企画もやりました。今私が着用しているこのマスクも同じところに発注したオリジナルのマスクとなっていますね。ここからですね 3D プリンターで作ったものを順次紹介していきたいと思います。まずこのような名刺を作りましたね。これは金の名刺で薄さが 0.4mm と 0.8mm でそれぞれ試しに作ってみたというものですね。続いてこちらは立体的な数字の造形物になるんですけど、エッグスタンドといってこの部分に卵を乗せると卵が自立するようになっているエッグスタンドです。続いてはこちらですね。 iPhone SE 第一世代用に作ったケースなんですけど、ちょっと割れちゃってますね。やっぱり着脱の過程で負荷がかかって最終的にこんな風にいっちゃってますね。続いてはこちらですね。オリジナルのボールペンですね。ユニボールシグノというペンがあるんですけれども、その会心とこのペン先だけ流用する形でこのボディとキャップをオリジナルで設計して使えるようにしたというものです。白とか銀とか別色もありまして、またこういう透明バージョンも作ってみてあるので、よかったらご覧になってみてください。これはネクタイピンですね。ここがこうピンになっててネクタイにつけられる、一応 YouTuber 用ネクタイピンというものです。続いてこちらはロレックスのデイトナをですね、ライセンスフリーのデータをダウンロードしてきて塗装してみたものですね。この辺りから時々そういうライセンスフリーのデータをダウンロードしてそれを印刷してみたみたいなことをやるようになってきました。続いてデイトナが出たんで新しいものになっちゃうんですけど、これは実際にですねフレキシブルレジンというレジンを用いて実際にこのように装着できるデイトナを作ってみたという企画もやってみました。同様の企画でデイトを作ってみたというのもあります。こういうのも作ってみました。ちょっと文字盤が取れちゃいそうなんですけど、あとはこれですね、ビットコインを作ってみたっていうのもありますね。これは 3D プリンターじゃないんですけど、最初のペンとかでもあったような彫刻刀を使って何か日用品をカービングしてみるシリーズってことで、パソコン用のマウスをカービングしたっていうモデルですね。それと関連いたしまして、これが今度パソコン用のキーボードですね。キーボードを全部一面カービングしてみたっていうものをやったというものです。これはメガネですね。
これもライセンスフリーのねあれなんですけど、このディテールの部分とかをちょっとこう YouTube のロゴを入れたりとか、このあまねデザインっていうこのチャンネル名を入れてみたりとか、ここにもですね、こっちですね、こっちにあまねデザインのロゴを入れてあって、こっちにはPlease Subscribe ってチャンネル登録してねっていうのが書いてあるというので、実際にこう着用することができると。レンズは入ってないんですけど、あくまでもその形の検証みたいなレベルにとどまってるっていう感じですね。あとは袋のままであれなんですけど、彫刻刀で彫刻してみたシリーズでダイソーで買った腕時計を彫刻してみたなんていうものもあります。続いてはこんな感じでキーチェーンシリーズなんですけど、ライセンスフリーの雲を印刷してみたですとか、こういうボールチェアっていう椅子のミニチュアをやっぱりこういうキーホルダーに仕立て上げてみたですとか、これは私はリングツイストフォルムって呼んでるんですけど、CAD を使ってなんだかよくわかんないけど面白い形を作ってみようみたいなことを試してみたというものですね。あとはこちらは花瓶になりますね。これもなかなか透明の樹脂の扱いが大変で結構苦労したんですけど、3D プリンターで透明の樹脂で印刷しつつ、できなかった部分を透明のいわゆるクリスタルレジンみたいな、ハンドメイド用のレジンとかでリカバリーするっていうような手法をここで考えたことによって、後にツボ押し棒とかなんかそういうもののアイデアにもなったりしています。ってことでこちらがツボ押し棒なんですけど、白い部分の螺旋状が 3D プリンターで印刷した部分で、透明の部分はその後に型に入れてクリスタルレジンを流し込んで最終的にこの造形にしているっていうものですね。そういったこう樹脂を固める過程で余った樹脂を使って紙を固めてみたなんてね、なんかこんなそういうちょっとおまけ動画みたいなのもあったんですけど、ツボ押し棒の話題が出たんで、この辺のシンプルな本当に実際に使えそうな本当に黒の一色のツボ押し棒と、これは木目調を再現したかのような、なんか石のようにも見えるけどね、なんかそんなツボ押し棒、この2つも作ってみました。でこちらは螺旋状のツボ押し棒をさらに着色もしてみたというモデルになりますね。はい、続いてはですね、こちら無印良品のバックパックなんですけど、この部分にわざわざ無地っていうなんか装飾のバッジみたいなものをつけたり、このストラップをつけることによって結構ゴテッとしたストラップ、これもフレキシブルレジンでできてるんですけど、このことによってごっついこういうかっこいい感じのストラップを作って、ただの無印良品のバックパックをちょっとかっこいいものに仕立て上げるみたいな考え方でやってみたものです。ちょっとフレキシブルレジンの質がよくわかんない、私のやり方が悪かったのかちょっと壊れちゃってるんですけどね、背後の部分にはこういうチェーンも印刷することによって鍵をここにかけて、でこの内側のポケットに入れて閉めるといった使い方もできると、なんかそういうカスタマイズをしてみたという企画でございます。通してみたいな、なんかこういう風に使うんですけど、ちょっとこの輪っかを作る部分にね力がかかっちゃうの、負担がかかっちゃうのか、ここがいつも割れてしまうという結果に終わってしまいました。はい、ちょっとこ
このウェブサイトを参考にしながら、あとは何をやったっけ。はい、ここら辺がマーブルランのシリーズですね。この上の穴にボールを入れるとくる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 ってこの螺旋状に回ってきて、最後この穴にから出てくるっていう、そういうやつで、これはシンプルなマーブルランなんですけど、これは入り口が2つあって、だから二重螺旋になってるんですね。で最後出口のところで一つにまた合流するようになってると。そしてこれはちょっと形がね特徴的な、立体駐車場みたいなって言い方をタイトルではしてるんですけど、そういうデザインにしてみたというものです。あとはこういったこのスリットが入ってるんですけど、ここにカードをとか名刺とかそういった紙を入れて机の上に置いていくようなデスクトップのカードホルダーを作ってみたという企画もあります。さっきマーブルランが出たんですけど、同じくボール遊びをするようなものっていう意味では、これは iPhone 13 Pro 型の迷路なんですけれども、分かりますかね。この中が迷路になってるんですね。こんな風に四角いちょっとテトリスのようなちょっと幾何学的な中身になってるんですけど、この上の部分にボールを入れて、でこの迷路でこう行くと最終的にこの下の部分が出口になっててゴールですよっていう、そういうものです。これは親指しおりですね。こうやって親指に入れて本を読むときに便利な道具です。今 Chrome 仕上げの親指しおりを紹介しましたが、これも Chrome 仕上げの映画インセプションに出てくるトーテムコマですね。コマを作ってみたというものです。こっちが Chrome 仕上げで、こっちがラメと変更カラーによる仕上げというもの2つを作ってみました。で Chrome 仕上げがですね、他にもあって、EAMS のワイヤーチェアの10分の1スケール、これも同じ塗料をやりましたね。アクリルのミラー調になるスプレーっていうものでやったものです。で同じくミニチュア系のシリーズってことで、これがイタリアのマジス社から出ているコンスタンチン・グルチッチデザインの1というチェア、これも10分の1スケール。これが皆さんも聞いたことあるんじゃないでしょうか。カッシーナというブランドから出ているマリオ・ベリーニというデザイナーがデザインしたキャブという椅子の10分の1を作ってみたというものです。あとはこんな感じで自分のオリジナルのもやってたりします。あとはですね、こんな感じのこれペンですね。オリジナルのペンで、ペン先がコピックマーカーのペンを使うことによって中にコピックのインクを補充して、オリジナルのコピックマーカーを作ってみようっていう企画をやりました。これはちょっと有機的な造形のものがですね。それが特徴のものです。あとはこれはですね、ちょっと割れちゃってるんで中から出せないんですけど、これも内側のインクを補充する側の空間をちょっと特徴的にしたことによって、ちょっとサムネイル画像をご覧いただければと思うんですけど、結構面白いものになったものですね。ペン製作ではですね、あとはこういった二重螺旋でインクを補充できるものとか、結構螺旋形のインクの補充できるのを考えて、結構できたら見てくれ的に視覚的に結構面白いものができるかなって考えてたんですけど、ここはちょっと成形がうまくいかなかったですね。ちょっとここら辺はちょっと 3D プリンターの性能の限界って言っていいのか微妙なとこなんですけど、ちょっとぶつかってしまってできなかったという感じですね。あとはこちら、これは永久期間のコースターっていうのをやった割と最近の動画ですね。
で永久期間っていうので、今度これはここにボールを入れて回すっていうものをやってみたんですけど、まあ何も入ってない時が一番よく回るよねっていう、もう全然うまくいかなかったっていうものですね。はい、結構こうちっちゃくて可愛いんですけど、こんなものですとか、でちっちゃかったからうまくいかなかったんじゃないのってことで、もっと大きくして回る力を強く、遠心力を強化したようなものできないかなってことで、主要部分だけ 3D プリンターで作って、あとは段ボールを使って完成させるモデルっていうのをやってみたんですけど、これもですね、もう扇風機みたいですね、これじゃね。何も入れてない時が一番よく回るっていうものが出来上がってしまって、これも仕方ないかなという感じですね。ちょっと律儀に全部紹介するのもよくわかんないんですけど、これは iPhone 13 Pro の部分に、カメラの部分に入れることによってグラデーション状に光るっていうのが特徴のランプシェードを作ってみたという企画ですね。あとはこれはイカゲームの頭部フィギュアフロントマンとピンクソルジャーですね。そして海外ドラマペーパーハウスの強盗団がかぶっているマスクのやはり小さいやつと、あとはこの金塊を作ってみたというのもあります。はい、こんな感じで正確に全部ではないんですけど、チャンネル開設から今日に至るまで制作して公開してきたものをですね、紹介させていただきました。机の上にみんな置いてみましたので、詳しく改めて見てみましょう。こうやって見ると、いろいろやったんだなって感じがしますね。はい、ちょっとこの iPhone も使って撮影してたんですけど、こんな感じでいろいろ作ってみたという感じですね。何か視聴者の皆様にとって印象に残るような、また何か役に立つようなものがお届けできたらいいなというふうに思っています。はい、いかがでしたでしょうか。今回はあまねデザインチャンネル2021年3月に初めての動画を投稿して以来、今年1年制作した作品を振り返って紹介させていただきました。よかったら何かの参考にしてみてください。また何か気になる点などありましたらお気軽にコメントいただければ返信させていただきますので、お気軽にコメントもください。あまねデザインチャンネルでは 3D プリンターを主に用いたものづくりを中心に動画を配信していますので、もし動画がいいなと思ったら高評価ボタンやまたチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは2021年も大変お世話になりました。また来年もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。